しささしささへい、どうもこんにちは、吉田です。今日もですね、海が荒れてます。なので、泊海町に行ってきて、また魚を買ってきました。今日買ってきた魚はですね、こちらです。じゃん、レンコダイです。別名キダイと呼ばれてますね。マダイではありません。マダイよりも小さいサイズですね、レンコダイ。こちらともう一つ買ってきたのがあって、なんとレンコダイの断面ですね。3匹のレンコダイを半分に割って目ん玉が6個あります。このレンコダイの頭とこのレンコダイの1匹、こちらを使ってレンコダイのお刺身と顔をですねふんだんに使った鍋、レンコダイの寿司を作っていきたいと思います。それではさばいていく。はい、こちらレンコダイですね。大きさはですね、主に2、30センチぐらいのサイズが流通しています。で、最大でも大体40センチぐらいにしかならないですね。で、これが大体30センチぐらいなので、もうこれでも立派な大人ですね。で、見た目の特徴としては大きさの他に、こっちですね。レンコダイの方はちょっと鼻の方がへっこんで、口が少しこうとんがってるような感じになってるんですけども、マダイの方は綺麗なこう円を描くような形になっていますね。で、こちらレンコダイ別名キダイとも呼ばれてるんですけども、こっちちょっと伝わるか、鼻からですね口にかけて黄色っぽくなってます。で、全体的にですねマダイよりも黄色がかってますね。なのでキダイとも呼ばれています。で、マダイの方はですね全体的にこう赤っぽくて、尻尾の縁がですねちょっと黒っぽくなってますね。それでこちらレンコダイ、名前の由来なんですけども、はえ縄漁とかでですね、連続でこう水揚げされることから、その様子からレンコダイ、連続で上がってくる魚レンコダイという風に呼ばれるようになったそうです。一般的にレンコダイとかキダイと呼ばれているこの魚なんですけれども、地方によってはですねかなりいろんな呼び方がされていて、赤目とか大花コダイとか沖の目コダイ、金コダイ、コダイ、シバレンコ、はい、ハイジャコ、朝鮮コダイ、朝鮮ダイ、ハジロ、バジロ、花ウレダイ、花ダイ、花フリダイ、ヒレコダイ、カヤマジク、レンコダイ、レンダイ、マコダイ、メッキダイ、メンコダイ、ユンバルマジク、レイコ、レッコ、レンコ、レンコツ、ワカサダイなどいろいろな呼び方があります。ちなみにここ沖縄ではレンコダイとかカヤマジクとかキダイで多分通用すると思います。水深ですね、2、300メートルぐらいのところかなの海底に群れをなして泳いでます。なので一般的にはこうハイナワとか釣りで釣られてる魚となっております。はい、ヒレはですね結構薄いですね、透明ですね。反対側の景色が見えますね。 OK、 じゃあ早速鱗と綿を取っていきます。で、今回鱗取りに使うのがこちら、ナリヒラ、毎度おなじみですね。レンコダイもあれだな、鱗取りやすいですね。剥がれやすい。お腹の方もしっかりやりましょう。で、今さばいてる感じね、生臭さはあんまりないです。どっちかというとこのハマダイですね、赤町と似たような匂いがします。ヒメフエダイと比べるとやっぱりこの赤町もレンコダイもそうなんですけど、深海に住んでるので、おそらく住んでる場所とかで食べてるものとかねによって、匂いも若干変わってくるんじゃないかな、そんな感じがします。で、マダイと比べてこのレンコダイは小さくてマダイに比べて安いので、お祝いとかですね、そういう行事とかにもよく使われているらしいです。このレンコダイは鹿児島県産なんですけど、知念漁協から出てる漁師さんもね釣ってくる人がいるって言ってました。なのでチャンスがあったらレンコダイ釣りにちょっとチャレンジしてみたいですね。で、ここで基礎沈着チャレンジなんですけど、今までのねヒメフエダイとハマダイ、ピンクっぽい魚なんですけど、どっちもねやっぱり包丁にこの色素がついてました。オキアミみたいな。で、このレンコダイもやっぱり同じように、見えないな、見えるか、これも見えないのか、なんかピントが合わないな、見えないかな、まあいいや。はい、ある程度鱗がさばき終わったので、一回洗ってですね綿を取っていきたいと思います。一回洗います。はい、鱗を取り終わりましたレンコダイです。ちょっとですね、鱗取ったからかな、少し黄色が目立つようになってきたように思います。カメラであんま伝わらないですね。肉眼では少しだけなんか黄色が目立つようになった感じがします。さあ、それでは綿取っていきます。でね、ちょっとね、鱗をさばくときにここさばいてるときにブリブリってね脱粉が出てたんですけど、少しお腹がぺっちゃんこなってます。なのであんまり中身には何も入ってない気がします。それでは開けます。このケツの、いつも通りね、ケツの穴から。ちょっと見にくいかな。ごめんなさいね。あんまり人にケツ向けんなってお母さんに教えてもらったんですけど、今回はちょっとさばきにくいため、許してください。ここから入れていきます。入ったか。ここ硬いですよね、ここ。ギュッと押し込む。よっしゃ。入ってきた。で、開きます。パッカーン。よっしゃ、じゃあひっくり返して、中身はこんな感じですね。
今エラの根元を切りました。それでは引っ張ってみたいと思います。引っ張れ引っ張れ、引っ張って、こんな感じですね。これ胃袋です。あ、なんか胃袋入ってるっぽい。ちょっと開いてみましょうか。これ胃袋何が入ってるのか開けてみたいと思います。軽くね、包丁入れて、あ、ジャリジャリする。んですかあなたは。あ、きびなごか。うわ、なんじゃ貴様は。ほら、くっさくっさ。うわ、魚が出てきましたね。魚なんだろう、なんていう魚だろう。きびなごかな、もしかしてサメ、餌かな、まさかな。血合いの方もね、傷つけて洗っていきます。はい、じゃあ鱗と綿を取ったこのレンコダイですね、3枚におろしていきます。使う包丁はこちらですね。なりひらだと思います。まずは頭の横に線をピッと入れていく。あ、柔らかい、死に柔らかいな。ピッと。ちょっとね、鱗取ったからかわからないですけど、なんか水っぽいっすね。ちょっとブヨブヨしてる。スーッと軽く薄く、軽く薄くで、2回目ぐらいからちょっと入れていく感じにしましょうか。開きながらね。これ開きながらやったら分かりやすいですね。身が柔らかいからビッていきそうですね。こうやってそのままこうですね。吉田の場合は中骨、血合い骨に向かってちょっと開けながら、こことここを持って真ん中がねつながってる状態なので、ここからビッといきましたね。今ここまで来たらパカーン、こんな感じです。身は結構ハマダイとかに似てますね。あれぐらいの濁り具合。ただね、赤町と違ってハマダイと違ってなんかブヨブヨしてますね。ペランペラン、ほらなんかプルンプルンしてる。はい、じゃあ反対側も同じくやっていきます。ひっくり返してポンポン。この骨と頭ですね、鍋用に分解していきます。はい、頭も割っていきましょう。真ん中というよりかちょっと横で入れてうまくいってる。正解は分からないですけどね。あ、入った。難しいなこいつ。お、入った。はい、パッカーン。こう見るとね、2匹いるみたいだね。トン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 パッカーン。OK。じゃあ先ほど切ったこのレンコダイの身を刺身の部分と寿司の部分と鍋に入れる部分分解していきます。このお腹、腹骨のところから一旦こう包丁入れてスーッとピッと切る。血合い骨これだな。スーッと OK。 ペロンってひっくり返して、ここからこの辺ぐらいまで、ちょっとこの辺残ってるから内側に向かってね。 OK。 はい、血合いと腹の方の骨取ってこんな感じになりました。もう片方も同じようにやっていきます。この部分はまずはここは鍋に使います。ここから引いていきましょう。身が柔らかいからな。お、ペロン。あ、いけましたね。はい、綺麗に剥けました。この部分はね、寿司と刺身に使っていきます。ペロン。OK。この皮の部分はですね、鍋に入れていきます。うわー、難しいね。はい、1枚、2枚。OK。ここの部分は刺身にします。ちょっとねバラバラだけどこ
この部分刺身にしたいと思います。そしてこの身の部分と皮の部分、そして頭の部分をですね、鍋に入れていきます。それでは盛り付けていきます。 OK。 じゃあ炊きたてのご飯に寿司酢昆布だし入りをちゃ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 、あ、入れすぎ、やば、切るように混ぜる。毎度おなじみのダイソーさんで買ってきたこちら、シャリが簡単に作れるやつ。はい、こんなもんでいいかな。 OK。 じゃあ蓋を外してひっくり返す。はい、きれい。左右なるべく少なめに切っていきます。今回はですね、この鍋キューブ鶏だしうま塩を1個だけ入れていきたいと思います。1個につき水180、だから薄めですよね。どうよこれ、すごい絵面だね。これはすごいね。 OK。 火をつける。蓋を閉める、閉める。はい、ということで完成しました。レンコダイの刺身と寿司と鍋ですね。 OK。 じゃあ早速いただきます。じゃあまずは刺身からいきますか。よし、初めて食べるかもしれないレンコダイ、いただきます。ちょっとね、盛り付けは、自分でもやっぱ思うんですけど、あんまりいまいちね。レンコダイの刺身いただきます。うん、うんまー。もう一回食っていいですか。ちょっと皮の少し乗った部分、これあれだな。やっぱりね、ちょっと触った感じみずみずしい、水っぽいなってさっき言ったんですけど、ミミジャーとかハマダイに比べて柔らかいです。でもしっかり味はしますね。甘い。でも先日作った高級魚の赤町よりは甘みはあんまりないかな。でもこれぐらいの柔らかさの方が子供たちとか結構食べやすい気がする。今回ね、ちょっとね、シャリをぎゅうぎゅうに敷き詰めたので、あと身がね、あんまりなかったっていうことで、寿司ネタに対してシャリが大きいんですけど、食べてみたいと思います。この一番大きいやつからいくか。いや、こっちからいくか。いや、こっちからいこう。うめえ、うめえ、美味しい。ちょっとね、シャリ寿司酢つけすぎたかなと思ったんですけど、全然大丈夫だ。寿司酢つけすぎたからかな。米もポロポロポロって柔らかく崩れていくんですけど、身自体が柔らかいから口の中でふわっとね、寿司酢とこの魚の身がバーってばらけてちょうどいい感じ。いい感じ。シャリ多め、ネタ少なめのこいついただきます。うめえ。 OK。 じゃあ鍋いってみます。熱いな。うわー、これは素晴らしい。すごいね。あんなにパンパンだ、ちょっと押し込んだっていうのもあるんですけど、結構パンパンだったけど、ある程度火通ったら中にこうキュッと入っていけた。水分がね出て、出汁が多分出てきたんだと思います。でね、色はね、最初のに入れたらキューブタイプの出汁、あれの多分色だと思う。茶色っぽいですね。汁から飲みましょうね。おお、うまい。すごい。鶏だし一つしか入れてないので、結構正直薄いかなと思ってたんですけど、やっぱりこんだけ頭が入ってたらね、濃ゆいってある。すごい。もう頭もね、ポロポロ簡単に分解できる。そういえばね、野菜たちが下にあるんだよな。オッケー、バッチリ。野菜にもしっかりね、汁が染み渡ってる。一番でかいやつの目ん玉と一緒に食べましょうか。おー、うまっ。身も結構まとまってる。ほら、
まっ。高級魚の赤町よりも美味しいかも。てか出汁のあれが違う。やっぱり入り方がすごい。こっちの方が濃厚。ちょっと皮食っていいですか？皮。これはすごい。これ口に言われて皮って言わんとわからないな。皮食った感じしない。柔らかすぎる。すげえ。よっしゃ。幸せなひとときに飲み物こいつでいきたいと思います。はい、久保田ですね。幸せすぎてね、俺の頭でね、ララララブソングが流れてる。今日もね、ヒノキの香りがふんだんに漂ってるこのマスに入れます。失礼しました。よっしゃよっしゃよっしゃ。いただきます。素晴らしい。今日も素晴らしい。たまらん。ちょっとあれもやっていいですか？あれ塩をちょっとのせる。そして久保田をおいで入れる。でこの塩のところから飲む。なんか塩分があることによって余計にね、この久保田の甘みが増しますよね。はい、ということでですね、まだ、刺身のネタとアラ残ってますので、残りは家族と一緒にね、幸せを分かち合いながら食べたいと思います。いやー、美味しいっすね。美味しい。なんかね、やっぱ自分でやっぱりさばいて自分で作ったからっていうのも相まってるのかな。あと久保田もあるからかな。今度はね、ちょっと自分でついてきた魚、あれでもう一回やってみたい。やっぱ新鮮なやつでね、身の硬さが違うと思う。もっとコリコリしてるんじゃないかなと思う。ちなみに今回のレンコダイですね、この1匹、大きさによって値段はちょっと多少左右すると思うんですけど、780円でした。ちょっとね、今家族が帰ってきたので急いで動画を締めたいと思います。ということで残りは家族で食べたいと思います。今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。